取締役開発部部長の長妻です。よろしくお願いいたします。開発部 M10X の電気担当の小木と申します。よろしくお願いします。はい、広報担当の小柳と申します。よろしくお願いいたします。はい、本日は、開発部の2人と、私の方で、製品をご紹介する、第3弾となります。10月に発売しましたフラグシップのパワーアンプ M10X の紹介動画とさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまず本日撮影いたしますこの M10X という製品のですね、概要について、モデル担当となってました小木さんの方から、紹介をしていただきたいと思います。はい、これまではM900U というモデルが、フラグシップであったのですが、今回8年ぶりに、後継機種としてこの M10X という新しい機種を作りました。はい、それではですねこの新しく生まれ変わったフラグシップのパワーアンプ M10X ですね、以前のモデル M900U との相違点というか、改善された点、そういったところをですねお二人の方からお話しいただければと思います。はい、今回の M10X という機種はです、新しくライフスという回路を搭載しました。これまで M900 からは ODNF という回路を使ってたんですが、改善するポイントとかなくなってきまして、それで新しく回路を変更した感じになります。 ODNF は何年間ぐらい続いてたんですかね。一番初めにカーボーディオで採用してから、約20年間ですね。はい、その間にも結構大幅な改良も含めて。そうですね、はい、ODNF は、バージョン 1.0 から、最後、バージョン 4.0 の後に、ODNF-U まで、第5世代ですね、大きく分けると5世代ですけれども、その間にもっと細かい改良を、ずっと積み上げてきたんですけれども、この20年間の間に使える、主に半導体ですね、そのデバイスでいいものがやっぱりどんどんなくなっていって、でやっぱりそれが足かせになって、それをその代替として回路テクニックで現存するトランジスタを使ってですね、ずっと少しずつ改良してきたんですけれども、もうちょっと大きな飛躍は望めないだろうということで、ここで大幅な変更をしようということで、今回のライフスが登場しました。そういう意味ですとアンプの心臓部ともいえます増幅回路が ODNF という、20年間第 5世代にわたって作り続けてきたものから全く新しいライフスっていうものに変わったと。それが一番大きな変更ポイントということ、はい、その他に M900U との変更ポイントは、今話にありました部品が古くなったという点もありまして、電圧増幅弾のトランジスタ諫早電子の部品に変えたり、または電源のセナダイオードもいろいろと取り寄せて吟味しまして使っています。古くなったというか廃盤になったというんですかね。性能は良かったんですがもう使えなくなって生産してくれなくなってしまった。だから新たな高性能パーツを、探し出してそれを組み込むことをしたという、そういう意味ではそういうポイントが結構な数あるんですか。そうですね、たくさんありますね。そうですね、例えば電源回路今出てきましたけども、これは新しい、やり方を挑戦してみてですね、でそれをいくつも試して、で結局、性能と音質ともにいいというタイプのものにやっぱり変更していますね。そうしますと以前のモデルに比べて外側から見た外観から見た上ではそんなに大きく変わってないような感じがするんですけど、中に使ってるパーツなんかは実はごっそり変わってるっていう。そうですね、はい、この上から見た、図だとですね、絵だとですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、もう中はもう、全て変わったと言って過言ではないと思いますね。
まあ、今後はそれは長期的に長く使い続けそうなものを選別したっていうふうに考えていいんですかね。そうですね。現在オーディオ用として使える、デバイスの中で安定して長期的に使えるようなデバイスを選びましたので、しばらくは大丈夫だと思いますね。その他特にこの辺も変わってるっていうのは。ですね、この電解コンデンサーも今回日本ケミコンにちょっとカスタムで新しいもの試作してもらって、その中から選んで搭載しています。まあ今までもカスタムだったと思うので、はい、パッと見は多分これも外観上はちょっと、外観的には分かんないですね。容量問題ですしね。容量も一緒、そうですね。はいはい。だけど大きく変わってる。そうですね。何が変わったんですかね。そうですね。中の材質がやっぱり変わってますね。音質的には非常に力強さが出ていて、音がほぐれていながら力強さが加わる、そういうような、傾向に変わっています。見た目ではわからないけど、ですけども、そうですね。大きく音にも影響しているクオリティにもかなり。それ以外にも何か特筆すべき点だななんていう、M900U から大きく M10X に変わるときに何かやり遂げたというか内部的な部分でありますかね。そうですね。今ブロックコンの話が出ましたけれども、実はこのブロックコンのこのユニットの、下側にですね、整流ダイオードのブロックがあるんですけども、その辺のですね、配線の取り回しはやっぱりかなり、細かく追求してですね、で今まで抱えていたなんていうんですか、微妙な問題点をですね、そこにちょっとメスを入れています。その辺が今回の M10X が非常にスケールの大きな音が出たと思うんですけれども、スケールが大きくて奥行きも広い音になっていると思うんですけども、そこに大きく寄与したと思いますね。低域のグリップ力っていうんですかね、はい、そういう駆動力、はい、そういった部分がすごく今回新しい M10X 評価されてるんですけど、はい、やっぱそういう取り回しであるとか、そうですね、そういうところ、そうですね、そこはすごく大きかったと思いますね。であと細かいところもいろいろ変更していますので、例えば内部の配線のケーブルとかですね、そういうところも、以前とは違ってですね、手を入れていますので、その辺が音質に、寄与しているんだと思いますね。それやはり全モデルから8年間という期間があったがゆえに、割とそういうトライアンドエラーする時間が多く取れた、そういうとこもあるんですかね。この8年間に、たまったノウハウっていうのは、結構膨大なものがありますので、それを今回今 M10X に、全て投入できたっていうところでは非常に良かったんではないかなというふうに思いますね。それではですね、実際にこの M10X、10月に発売に至りましたが、そこに至るまでの、開発期間中にですね、いろいろと、問題に当たったり、難しい局面もあったかと思うんですけど、その辺のことを中心に、エピソード等ありましたらお話しいただきたいな。まずもう何より大変なのはこの大きさと重さです。もういろいろ回路をいじるのにも持ち上げるのも大変で、その辺から一番大変だったんですけど、今回この回路新しくなってから、数ヶ月間で仕上げないといけない状態で、いろいろと問題が発生したんですが、それを一つ一つもう潰していくのがすごくもう最初から最後まで大変でした。特にどんな問題があったんですかね。電源を入れた直後の電流のその増え方が一番多い、はい、そこで困りました。はい、いわゆる暴れってやつですか。そうですね、安定的にバイアスが安定するまでにちょっと時間が経つとか、かなり電流値が上がってしまう。そうですね、回路を変えたからなんですが、部品も変わったということで、これまでとは違う挙動になっていたわけで、そこを潰すためにはサーミスター使って結局は収めたんですけど、サーミスターで抑えるっていうのはどういう原理？温度補正ですね。温度を補正させる。サーミスターは低い温度で抵抗がすごく大きい、それを使って電源オン直後は、電流が増えないようにという感じにしました。なるほど。ちょっと抑えながら、徐々に温まるまで電流値は安定化させると。そうですね。一番初めはですね、
ES1200 からこの電源を取っているんですけれども、クリーン電源の ES1200 ですね。でその、バイアスが初めに大きくなりすぎて、ES1200 のプロテクターが効いてしまうほど、大きくなってしまって、でそれをちゃんと抑えるのに結構苦労しましたね。あれは 1200VA ですから結構な暴れ方だったそうですね。そういうことになりますよね。はい、その他これはちょっとしんどかったなとかそういうのございますか？やっていく途中である抵抗がワット数が多い、そのリレーティングがオーバーしている部分もあったり、そういう部分を修正するにもこれ毎回持ち上げて開けたりというそういう大変さがすごくもう最初から最後までありました。はい、どうしたの割と肉体的なしんどさがそうですね。パワーアンプは肉体勝負です一番佳境になってた時が多分8月とか、7月の終わりとか8月だったと思うので、一番暑い時にそういうことをやってたから余計しんどかったと。余計そうですね。一応エアコンとかありますけどね。ではそれ以外に何か肉体的な部分もそうですけど、ちょっと頭の方でなんかこれはちょっとまずいなと、他の長妻さんなり、他の開発の面々にも力を借りてなんとか解決したとかそういうことはありますかね？あれですね、今回の、ライフスは一番初めの、基盤で評価しているんですけども、それは実はパワーアンプの回路でやったんではなくてプリアンプの回路でやったんですね。でそれからこのパワーアンプに、移植する時に、当然電圧も違うし出力電圧も違うということで、そこにまつわる問題はやっぱり結構ありましたね。シミュレーション上はちゃんとこれで動いているんだけれども、実際に動かしてみると、発信したりとかですね、いろいろそういう細かい問題が、出ましたね。じゃあシミュレーターというかシミュレーション上は良くても、実際に基板にしてみて、打ってみて、そして本体にくっつけた時に、そのまますんなり音が出るっていうわけではないと。そうですね。そうですね。やっぱりこういう立体的に組むと、やっぱりその間の線の長さとかストレーキャパシタとか、いろんなものが影響してきますので、全くシミュレーション通りになるっていうことではないですね。やっぱりね。その辺はあれですか、今までのノウハウとか、いろんな知見を組み合わせてその実際にアジャストしていく、その調整して、音が出るようにするっていうか、理想的なスペックになるような形に持っていくということなんですかね。結果的には従来の ODNF よりも歪みは半分以下に下げられましたので、SL もやはり3デシベルぐらい同じ条件ですと、下がっていますので、そういう意味では非常に絶大な効果があったんだと思いますね。そうですね。スペック、歪み半分でSN3dB ってすごいことですよね。そうですね。回路でそれだけ変わるっていうのは本来ですとあんまり考えづらいというか、そうですね。それぐらいの劇的な変化ですよね。はい、それでは実際製品が動いて、いよいよ音を作っていくというか、音決めをしていくにあたって使ったソース、どんなもので、音を詰めていったのか、そういったところをですね、まずは小木さんの方から。はい、実はですね、今回この新しい機種で最初から最後まで問題潰しと量産に向けた対応とかで短期間でやらないといけないというのがあって音質対策同時進行はできなかったので別の担当にそこはお願いすることになりました。本当は今までの機種は担当と長妻と一緒にやってたんですけど、今回に限ってはちょっと難しくて。そうですね。そちらにかかりきりになって、音決めの最終的な音決めの部分では携えなかったというところですね。そうすると、長妻部長の方が、ラクスマンの製品の音作りというか音決めは、長妻部長の方の、ものになるんですが、今回はどういったソフトで使いますか？そうですね。社名では、音質のチューニングのことを音質対策といって略して音対というふうに言っているんですけども、実際、音質調整といった方が分かりやすいと思いますので、私が音質調整をするときには、
やはりピアノが結構多いんですね。で、どういうソースを使ったかといいますと、今回は、CD よりもほとんどハイレゾを使って、調整しましたけども、一つはこれですね、アリス・サラオットのショパンのワルツ全集ですね。これは、CD ではなくて、ハイレゾ版を使っています。クン624ですね。でそれとかですね、これはですね、やはりピアノが入っていて、あとパーカッションが入っている「ダの世界」というですね、一般的には CD で、出ているんですけれども、これもハイレゾ版を使って、音質調整をしました。はい、もうどういったところをポイントにですね、音質調整、はい、どういったところをその製品、その作品のどういったところを表現したいということで、はい、聞きどころというか、はい、で私はやっぱりステレオっていうのは演奏家がどういう表現をしているのかっていうのがやっぱり伝わってくるということが、すごく重要だと思っていますので、そのピアノならピアノで弾き方ですね、でそこをここは絶対こういうふうに弾いてるはずだというところをですね、譜面見ながら音質調整するんですけれども、例えば、僕たちはですね、詰まってるとか緩いっていうようなことを今よく言うんですけども、詰まってるっていうのは、音が頭打ちになるっていうことだけじゃなくて、ただ力強さだけで押してしまうみたいな、そういうものも詰まってるって言い方するんですね。でそうすると例えばピアノがですね、鍵盤を弾くときに指先から強く弾くようなそういう変な弾き方になっちゃったりするんですね。でプロは絶対そういう弾き方はしませんので、必ず指の腹から当たって、それで、力を入れていくっていうような形になりますので、そういうところの表現がちゃんとできるのかとかですね、例えば、トリルっていう、奏法がありますけども、その時に、やっぱり頭は、柔らかく入るんですよね。で柔らかく入ってちゃんと最後は盛り上げて抜けるっていうのは、そういうようなですね音楽表現が、できるようにということで、こういうソースを使って、調整をしています。そうするとそのピアニストの癖であるとか、はい、あと譜面、はい、そういったところも総合的に自分の頭の中であって、ね、はい、まず規範としてあって、はい、それが実際にその製品が奏でる音として、はい、それが不調するかどうかっていうそういうところをそうですね、はい、総合的にそうですね、で今はね、YouTube なんかでもどういうふうに弾いてるかっていう画像が出てますので、そこでもやっぱり弾き方はすごく研究してますね。でそこを見てやっぱりこういう弾き方してたとかっていうのを、見て、でやっぱりこういうディスクやハイレゾを再生した時にでもそういうような表現が出せるようにっていうふうに気を使ってますね。他の、開発者の方はピアノとかやっぱり聴いてる人多いんですかね。どうでしょうかね。一般的には声を中心に聞かれる方の方が多いと思いますけどね。もちろんボーカルも聴いてると思いますし、そうですね、ソプラノなんかも聴いてますね。ロックというか、割と激しめのそういうスタッカートに聴いたというか、そういうパンチのある曲とかももちろん、そのいろんな主張の中では使うとは思うんですけど、主にそのピアノの表現力、そういったところに注力しているということで。そうですね、はい。それでは最後にですね、この M10X という製品、おすすめのポイント、教えていただきたいんですけど。はい、見ての通りこの大きさと、かなり重い48キロという重さなんですけど、なぜこんな重いかというと、まずこのアナログアンプということ、そして出力を大きくするためにトランスも大きくなる、主にトランスの重さがこの重さなんですけど、そういった点でデジタルとは違うアナログの良さというのが活かせていると思います。そうですね、ご自身も苦労されましたし、非常に重たいということで、実際はもっとね軽くて、ユーザーの方々もなんでこんなに重たいのっていう、ことは言われるんですけど、この重さだからこそ実現できる音質クオリティがあると、そういうことでしょうかね。でそれでは長妻さんの方から。そうですね、今回の M10X では、私が目指したところは実在感の向上ということなんですね。で
オーディオ的にガンガン音が出るとかそういうことではなくて、本当に無駄な音がなくて、そこに楽器がある、もしくは歌手がいるとかっていうその実在感ですね。でそこがちゃんと出せるかどうかっていうところなんですね。で、M10X はそこはすごくよく表現できていると思いますし、その実在感が伴って各楽器の表現とかですね、そういうところも堪能できるような音質に仕上がっていると思いますので、そういう音楽的な部分でですね、そういう部分を楽しんでいただければいいかなというふうに思ってます。実在感、ありのままっていうとそうですね。そうですね。だだからハイファイチックになってどうだっていうんではなくて、本当にそこに楽器があるっていう感じの実在感ですね。目つぶっていたら触れられるぐらいな、そうですね。距離というか、ステージがありありと浮かぶというか、その音楽情景が浮かぶような、リアリティがあってありのままのものを、より一層そういうものを追求したと。そうですね。そういうことでよろしいですかね。はい、これまで主にですね、内部、変わったことであるとか、新しくなっている部分、そして大幅にですね、クオリティの上がっている部分を中心にですね、お話を進めてきたんですけど、今回 M10X は外観に関してもパッと見はそれほど大きな変化がないように見られるんですが、いわゆるリファインという形でですね、デザインも変わっておりまして、背景にはこの前身機であります M900U、国内海外ともに特にですね、ここ 4,5 年海外でも非常に人気がありまして、いまだに生産を続けているような状況であります。その背景にはもちろん音質クオリティもあるんですけど、外観のすごくデザイン性がいいということでご支持いただいてますので、その M900U の外観の良さを生かしつつですね、メーターのスケールのデザインの変更であるとか位置の変更、そしてCL1000、それから D10X に続くですね、第3弾の製品としてフロントパネルにくびれを設けてですね、四隅を立たせたということで、非常にメリハリのあるデザインに変わりまして、力強さも加わっております。そういったところ、外観も含めて新しく生まれ変わった M10X ですね、ご注目いただきたいなと思います。はい、以上で M10X のご紹介動画終了とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。